こんにちは、岩根です。今回は僕がドラゴンボール Z の原画を描いていた時の思い出をお話しします。記憶を呼び覚ますために再視聴してからこの原稿を書きましたが、30年も昔のことなので曖昧な部分があるのをご了承ください。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使っても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。スタジオコクピットが増永圭介さんを作画監督にしてドラゴンボール Z をグロス受注したので、同じスタジオのメンバーとして原画を担当することになりました。主として伝説の勇者ダガーン、チロリン村、お化けのホーリーなどの原画を描いていた頃で、ドラゴンボール Z はちょっと手伝うくらいの感覚でした。最初は2段書きがついていてめんどくさいなぁと思ったんですが、増永さんが、いやいや、東映に打ち合わせに行ったら別に2段なんてつける必要ない、と言っていたというんです。じゃあ軽くやっちゃうか、と安請け合いしたんです。作画打ち合わせで驚いたのはキャラ表がなかったこと。前田実さんが作ったものは存在するはずですが、東映の方針としてもっと原作の絵に近づけたいということだったんでしょうか。キャラ表の代わりに原作を見ながら作業しました。荒野でのバトルが中心だったのもあって美術設定もありませんでした。そして軽くやっちゃった結果、レイアウト作感チェックでこってりとした影付きで修正が入って戻ってきました。この件に関しては増永さんは嘘つきだったというお話。当時の東映動画では作画枚数に厳しい制限がありました。ドラゴンボールみたいなアクションものだと油断するとあっという間に枚数上限に達してしまいます。そこで前回までのあらすじに時間を取ったり、動きを止めるカットはきっちり止める、その代わり動かすカットはバッチリ動かすという演出でなんとか乗り切っていたと思います。基本的にアニメーターはカット単位で作品に取り組みます。一人で1話全部の原画を描くのでない限り、トータルでの枚数コントロールはできません。枚数、スケジュール、スタッフの技量などの条件を考慮して最大限のクオリティを目指せるのが演出という立場だと思うんですが、最近作画監督同様、演出も細分化される傾向があるので心配な部分です。僕が担当したとされるドラゴンボールの情報を見ると、ほとんどの場合はそうそうここは書いたと思うんですが、いやここは僕が書いたんじゃないと思うこともあります。ところが配信で1話丸ごと見直すと、僕が書いたんじゃないといったカットの前後カットを書いた記憶があるので、もしかしたら書いたのかもしれないと自分でも半ばわからなくなってきました。一番最初に担当したのは174話悟空に難問ドラゴンボールを取り戻せというお話で、原作に追いつきつつあったので挿入されたアニメオリジナルストーリーです。多分 B パート頭から知恵の輪が解けて万歳するあたりまでを書きました。次は179話敗北か死か悟空逆転の秘策で、冒頭のセルと悟空のアクションが僕の担当じゃないかという話も聞くんですが、実は覚えてません。ただ他にここを書いたという記憶もないのでそうなのかもしれません。184話16号無惨動き出す怒りのスーパーご飯。サタンの腹痛エピソードが終わったところから A パート最後までだと思います。普通にセルの模様を描くだけでもめんどくさいんですが、セルジュニアがいっぱい出てくるのが印象に残るお話でした。191話戦いは終わったありがとう孫悟空。一番記憶に残る親子カメハメハですが、僕が担当したのは終わりの方の父と牛魔王の会話あたりからセルが砕けるところまでです。今だと放送できない激しい処理ですが、僕が考えたのではなく前半の処理に合わせて書いた感じです。195話大感激いたぞあの世のすげえやつ。終盤赤鬼が踏みつけられるところからラストまでが担当ですが、 A パートの終わりの方で修行している人たちの原画も描きました。
これは本来僕の担当ではなかったんですが、間に合わずこぼれたところを手伝いました。こぼした人が誰かは忘れてしまいました。フリーザパパがパイクーハンに肘打ちされるカットは、当時画面ブレさせるときによりフレームにしてメモリを打ってランダム気味なカメラワークをつけることに凝っていたのでそうしました。201話愛と正義のグレートサイヤマン参上。ここから魔人ブー編です。実はあの世の話がもうちょっと長く続くと想像していたので、思いのほかすぐ原作に戻ったなというのが実感です。キャラクターデザインが中鶴勝義さんになって改めてキャラ表が作られました。姿見の前でグレートサイヤマンの姿を見ているあたりからの担当ですが、終わりがどこかはよくわかりません。ご飯が空を飛んでいるところのどこかだと思うので、トータルでそんなにたくさんは書いていないと思います。207話、あ、飛べた、ビーデルの武空術入門。気を集中させて、というセリフの後、ビーデル正面のアップからビーデルが去っていくまでだったと思います。226話、立ちはだかる魔王、出番だご飯。サタンが18号を連打するあたりがスタートだと思います。正直この辺の記憶はないのですが、実況するアナウンサーを書くときに、止め口パクだけにするか、いやいや、尺も長いから途中でワンアクションくらい入れるべきか、と迷ったことを覚えているので間違いないと思います。サタンのフィニッシュパンチは195話と同じよりフレームでの画面ブレ処理なので、多分バトル終了くらいまでを担当したと思います。234話、魔人恐るべし、ご飯に迫る死の恐怖。冒頭から書いている気がします。ブーに槍を突き刺した後のダーブラは間違いなく書きました。ここのダーブラは荒い息を表現するために結構枚数を使った原画を描いたんですが、放映された時に見るとただのブレになっていたので完全に記憶に残っています。でも途中のサタンは描いていなさそうなので A パートのバトルシーンだけ描いたのかもしれません。253話、殺すのやめた魔人ブー良い子宣言。エンディングに名前が載っているのでどこかを書いたはず。でも全く覚えてません。原画を書いていないのに間違えて名前が載った可能性もあると思いますが、僕が忘却している確率の方が高い気がします。266話、全宇宙のために蘇れ孫悟空。冒頭のブーとご飯のバトルとブーのエクトプラズムのところは書いた気がするんですが、その間のところは多分違う人です。274話、悪夢か幻か悟空とご飯の親子対決。これも全く思い出せません。279話、未来をつかめ宇宙をかけた大決戦。ブーが頭で悟空をぐるぐる回しているところははっきりと覚えていますが、担当箇所のスタートがよくわかりません。多分ベジータの前に爆発の煙みたいなのが待って、地面からのキック攻撃とかそのあたりではないでしょうか。今回はドラゴンボール Z の原画を描いていた頃の思い出話をさせていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。